マヨネーズも手作りです。これマヨネーズですか？はい。ここにしかできない味になってるので。人に見られるってことはこの時間ないので、いつも一人で黙々とやってるので。パンの専門学校社会人向けの通い始めたら楽しすぎて仕事辞めようと思ってやめちゃいました。私も自分で畑を作ってその素材でパンを作れたら面白いなって思ってたので、それからどうするか考えようと思ったらここのお店の文房具がすごい面白そうだったので、なんか気軽な気持ちで応募したら決まっちゃったので引っ越してきたって感じですね。精神的に辛い方が多かったので、今パン触ってると生地めちゃくちゃ気持ちいいので、それだけで癒しになるので仕事は辞めてよかったなって全然後悔はしてないですね。無理かもしれないと思ってます。お店にはいないんですけど、家にゲジゲジいるんですよ。もう私泣きそうで、それ以外は快適です。タイムガードしないですか？やだ、急いでください。出てた。電源線にしたバージョンとりあえずちょっと仕込んできたので。働く決めてやっぱここのなんでしょうね、やろうとしていることのコンセプトに共感を得ているというか、地産地消だったり、商品って美味しいものを作ろうと思えば日本全国世界各国取り寄せればなんか物はいいものできますけど、この場であるもので何か商品を作ろうっていう考え方がとてもいいなと思っていて、マヨネーズも手作りです。これマヨネーズですか？はいキューピーじゃないので値段がバカみたいに上がっちゃう。手作りでなるべく地元のものを作って作っていくと多分ここにしかできない味になっていくね。ほうれん草はバゲットの生地と変えてチーズを乗せて焼いた商品になります。田中さんにさ、材料を材料ね。取るの好きじゃん。そうだよね。コーンの味なかったらクロックムッシュにしよう。なのでコーン入れ要素でとりあえず 120g で全あ、そう部冷凍されてたからさ、 4×3 3個分で解凍したんだけど3個です。
目だと何個できる？これが64。3個できたら3個できたらいいんじゃん。実際にやってみてどうですか？やってみて仕事は楽しいですね。こっちのことが振り込む。従業員確保がどんどん厳しいなと思って。でこの辺の地域って分けようにも食べるところがないという状態なんで、もうだったら自分で作ってしまえと思って作ってしまった。このパンの作り方は、釜パンっていう徳島県にあるオープンする前にみんな研修に行って1ヶ月ぐらい。温泉って入り放題なんですか？温泉は一応入り放題ですね。なんていうんですかね、夢ぐりカードみたいなのがあって、要は旅館の従業員は勉強のために他の旅館を巡っていいですよみたいなカードがあって、でいろんな旅館さんを巡ってこう感じたことを書いていくカードがあるんですよ。そういうで地元の雇用がほぼ難しいっていう状態の時に、若い人に都会から来てもらわない。これ何ですか？からしれんこんです。
景観づくりっていう一言に尽きるとは思います。なので看板を揃えたり旅館の色を揃えたりっていうことをやってきたんで、旅館の売りは何ですかっていうと、やっぱり景観づくりっていう一言に尽きるとは思います。これはいい苔ですね、本当に。足りてないんだ。誰管理だろう。ビジネス感がちょっと薄いなって思って、こっちの方が魅力的に感じまして、それですね。もうちょっとなんかビジネスしてたら来てなかったかもしれないですね。スーパーバイザーが出てけど変わっていかないとですね、残っていけないですよね。で、結局仕事を減らしていくか、人を呼んでくるか、でそう入れていかないともうどんどん先細り。なのであとは人来てもらうには仕事を作るのと、あと住むところを準備する。まあこのアウプロカーっていうので仕事を準備して、で住まいも準備して、まあきちんと売り上げが立てば続けていくことはできると思うんで、あとはどう売り上げを立てていくかと。出資されてる方って他にもいらっしゃるんですか？いや、完全に僕一人ですよ。いや、僕旅館組合長をずっとやっていて、そんなみんなの意見を集約してとかってやってると多分絶対何も決まらないし進まないと思ったので、もう一人でやってます。あの本ってどっかに置いてましたっけ？どっかに。サンガで買える。サンガで買える。 So there's a place called サンガホテル。お待たせしました。はい、ありがとうございます。